私は刑事政策と被害者学という刑事法の分野を専攻領域としています。慶應義塾大学法学部の太田達也です。刑事法には刑法や刑事訴訟法といった分野がありますが、これは刑法典や刑事訴訟法典という法律をもとに、その解釈や適用のあり方を追求する解釈学に属するのに対し、犯罪対策を法政策の観点から検討するのが刑事政策です。これには犯罪者に対してどのような刑罰や処分を定めればよいかという刑事制裁論や、刑事手続きや刑罰の執行において犯罪者に対しどのような処遇や教育を行えば犯罪者の再犯を防ぎ社会に復帰させることができるかという犯罪者処遇論があります。特に私は公金と社会内での法観察を組み合わせる新しい刑罰を模索しています。2016年に導入された一部執行猶予という刑罰もその一つですが、様々な制約があり、海外の制度も参考にしながら、より優れた刑罰制度を模索しています。また、犯罪者を刑務所からどのように社会に戻していくかということに関心があり、問題が多く残る日本の仮釈放制度の改革に向けた研究を行っています。日本では刑務所から釈放された後5年間に約35%の者が再び犯罪を犯して有罪となり刑務所に収容されていて、再犯の恐れがないとして仮釈放になったものでさえ5年で28%の者が犯罪を犯して刑務所に戻ってきています。しかし日本の仮釈放制度は刑務所から釈放された後数ヶ月から半年といったごく限られた期間しか社会内で指導や監督を行う法観察が行われません。私はこの期間を一定程度確保するための法制度を提唱していますが、日本ではまだ実現していません。また私は被害者学という分野も専攻しています。これは犯罪による被害の実態や背景を分析するとともに、犯罪によって被害を受けた犯罪被害者に対する支援のあり方を法制度の観点から研究するものです。例えば、犯罪によって家族を失った家庭は経済的に苦しい状況に置かれるため、被害者やその遺族に対する公的な経済的支援の制度を構築することも重要なテーマですし、刑事手続きや刑罰の執行状況について被害者に情報提供を行う仕組みや手続きに一定の形で参加する制度についても検討しています。例えば、刑務所に受刑者が収容されている間に被害者がその心情を刑務官に伝え、刑務所内での処遇に生かすとともに、被害者が希望すれば受刑者にそれを伝える被害者心情聴取伝達制度を提案したことがありますが、幸いにもこの制度が2022年の法改正で実現しています。こうした被害者の支援制度を研究するだけでなく、被害者支援制度を推進する政府の会議のメンバーとして被害者に優しい社会の構築に努めています。犯罪によって体や心を傷つけられた人たちの痛みや苦しみに敏感になること、これを英語ではビクティムセンシティブと言います。私は研究や講義において常に被害者の苦しみや痛みに敏感になることが大切だと考えています。また、犯罪によって苦しむ被害者を一人でも少なくする安全な社会を作ること、これが私の人生の目標だと思っています。